皆さんこんばんは。木曜日夜8時、機動戦士ガンダムの時間です。気にこだわり続けて制作してきたこの機動戦士ガンダムコアファイター、曜日もこだわり木曜日にいつもプレミア公開してます。さすがに馴染んできたのかなとは思うんですけども、今回これで最終回となります。最終回とはいえどコアファイター編が最終回なだけで、まだねこれから A パーツと作っていくんですけども、これを一旦ね区切りとしてですね、次の A パーツしっかり励んでいきたいなというところでですね、最後のこの動画はですね、コックピット内部の制作動画にしようと、それを一本にしようと思ったんですけども、この膨大な素材がですね、いや本当に13時間ぐらい14時間ほどの動画になってまして、それをねどんだけ編集しても僕はちょっと一つにまとめられなかったので、これを3部作として公開します。これを3夜連続公開するんで、いつもプレミア公開を楽しみにしている方は、3夜連続楽しんでいただけたらと思います。そしてその次の週の木曜日はコアファイター完成 B パーツドッキングライブをしてます。これもしっかりお楽しみにしていてください。僕もちょっとワクワクっていうかドキドキしてます。今回の動画は最終回その1としまして、コックピットの、座席ですね、この背もたれになるところ、あとヘッドレスト、ガンダムの操縦桿になる肘掛けの部分ですね、そこを作っていきます。このコッパはヘッドレストですね。これまでのコアファイター制作で出た、使えそうな端材は残していました。もうコックピット内は本当に細かいんで、もうこの端材たちだけで賄えそうです。エコだよそれはですね。わかるかな？こいつは背もたれになる部分ですね。一応ね、今までの通り、このね木目も合わせてみました。これ全く見えなくなるんで、これ意味はなかったんですよね。こんなちょっと言われなきゃ分かんないようなこだわりも、最後までね貫き通せてよかったですね。本当にこういったポイントっていうのは、大工さんだったり、木工関係の方ぐらいだと思います。こういう木目までっていうのは、そういったこと全くわからない方でもこう全体を見て、綺麗だな美しいなって思っていただけるっていうところは、やっぱりこういうところ一つ一つの、積み重ねだと思ってます。そういうことにしますコアファイター制作しだしてから使うようになった必殺後半1枚そげ切りでしょうかね。これもねもう皆さんおなじみだと思います。後半の積層を隠す必殺技ですね。普通のね木材使っとるらねこんなことする必要ないんですけどね。このコアファイター制作の一番最初の動画内ですね、僕がこの合板使用枚数は何枚でしょうと、投げかけたんですけども、答えは 4.5 枚でした
まあね、5枚半分ぐらい残ってるね。まあまあ5枚か 4.5 ってところです。当たっている方いましたでしょうか。まあ、これだけ大きいコアファイターでも、まあ合板、4、5枚あれば、製作できるということで、まあね、1枚いくら高く見積もっても2000円ぐらいなんですよ。やもんで1万円あればね、これね、今僕2年ぐらい、1年と10ヶ月ぐらい制作かかったんですけども、それだけ楽しめますよ、皆さん。一回、どうでしょうか。これエコですね、これ本当にこれも。どうでしょう。それ以外にめちゃくちゃ金かかってますけどね、消耗品が。ヘッドレストと背もたれの、側のね、積層部分を隠していく、材料なんですけども、これも直角で切ったものを合わせていくんじゃなくて、一つ一つ角度を拾って合わせています。この座席の厚みは合板そのままの 12mm にしました。本当はもっと厚みを持たせたかったんですけど、いろいろね、制約ある中で、もうこれが限界でした。このコアファイターにすごい時間かかった理由としましては、やっぱり一つ、このね、可動が多くていろんな部分と干渉するところですね。そこのね、問題を、解消するのにね、すごい、ここはこうしなきゃいけない。でもここはこうしなきゃいけないっていう、このね、いろんなものがね、ぶつかり合ってね、これを考える時間がすごいかかりました。この背もたれの厚み問題も、普通のコアファイターでしたらもっと厚みをいくらでもつけれたんですけども、これね、コアブロックシステムっていう変形するところでもうこれが限界なんですよね。この最終回動画の、その最後の最後、その3になぜこの厚みなのかっていう答え合わせが出ます。そういうことと、納得していただけると思います。ものすごい制約の中で作ってるっていうのも、感じ取ってもらえるんじゃないでしょうか。こうやっていつも何気にやっている、この積層一層残したものを切っているんですけど、こいつね、ほんと発狂するレベルでね、本当にすぐ裂けるんですよね。もう縦に繊維方向にすぐ裂けちゃって、扱いがすごい難しいんですよ、これ実は。いやね、これ本当皆さんと共有したいんですよね。この感覚 DIY されてる方ならね、分かっていただけると思うんですけどね、この合板と相手してるんですけど、この感覚をね、ちょっとみんなと味わってほしいんでね、ちょっとこのコッパ送りつけたいぐらいですね、本当に。それか合板でミニチュアガンダムコックピットを作ろうワークショップみたいなのどうでしょうかね。ガンダムって言うとあかんで、ガンダム風かなんか適当なこと言ってね合板でっていう、これどうですかね。楽しそうなんやけどな。みんな発狂するとこを見てみたいっていうだけなんですかね、僕は。続いての制作はコックピット座席の、左右にある肘掛けというか操縦桿ですね。これはコアファイターの操縦桿じゃなくてガンダムの操縦桿でしょう。あんまりテレビ版アニメの中ではここら辺詳しく出てないんで、いろんなボタンもあったりとかするんでしょうけども、僕は操縦桿だけ作りました。そしてね、もちろんですよ、操縦桿は動かしてなんぼやっていうことで、稼働させてみます。有名なね、ガンダムの反応が遅いっていうごっこができるようにね、動かしてみます。わからない方は39話のニュータイプシャリアブルを一回ご覧ください。そこにね、出てきます。
この両サイドのパーツは 12mm より少し厚くしたくて、ただ厚くするんじゃなくてちょっとテーパーに少し台形形にしたいんで、斜めにそぎ取ったものを貼り付けて一つの部材にしていきます。僕のいつも使っている囚人板力は、100パイで、基本的には125やと思うんですよ、今主流は。ね、一つ回り小さいやつなんで、こうやってね、切り残しできちゃうんですよね。こうしてみてあんまりわかんないですけども、先細りになっているんですよね。わかりますかね。そしてこの操縦桿の稼働するための溝を掘っていきます。ガンダムの操縦桿ってスライド式なんですよね。よくね、引く描写より前向いてガッとね、押し取る描写が見えるかと思います。先輩とも喋ってたんですけども、今やったらというか普通やったら一点型でこう描くように動くのが普通じゃないかなとか思ってて、そうやなみたいな話してました。昔のアニメやから激しく動かしてる描写を描きたかったんでしょうかね。こういうのが、そのスライドが普通なのか、ちょっとわかんないんですけども。マルチツールのね、使い方がうまいと、こんなもんね、マルチだけでいけると思うんですけどね。僕はのみでコツコツ叩いとるが性に合いますね。後半ってね、思ったよりね、中の積層部分、ボンドのせいなのか硬いんですよね。穴を掘る時ののみの入れ方の、セオリーみたいなのがあるんですけど、僕はね、相手が合板なんでもう全然関係はないんですけど、これ見てもらってね、って思ってる方は多分大工さんか木工をやってる方だと思います。確かこの時一日中ゲリラライブしてました。またね A パーツ制作の時はね、ほんとゲリラとしてライブするんで、もしよかったら通知をオンにしていただくと、ね、見逃すことないんでね、もしよかったらお願いします。貼り合わせて本体部分は完成です。この本体も例外なく積層部分を隠していきます。こいつもね、角度を拾って一つ一つ削っていきます。この今削っている部材は
1層目だけじゃなくて2層目も若干残ってるんですよね。わかりますかね。この操縦桿の部分の、可動部分ですね。そこを1層だけだとちょっとなんか割れたりしそうだなということで、2層目を若干残したものを貼り付けていきました。貼り付けた時にね、この2層目若干もうミクロなんですけど、筋が残るんですけど、それもね、筋彫りみたいな感じで、残っていいんじゃないでしょうかっていうことでこうしました。筋彫りって名前出てきましたけど、僕ガンプラ作ったりするのにしたことないですね。ほぼ作ったことないぐらいなんで、名前だけ覚えました。筋彫りっていう。そうそう、この左下に見える赤い これです。テープカッターゲットしました。これね、クリップになっててね、挟めてね、片手でね、マスキングテープ切れるんですよね。これ最高のものやと思います。皆さんよかったら。弱点はね、この18かな、最大幅しかね、入れれないんですよね。ちょっと改造すればいけそうなんですけどね。これを僕ちょっとこれええなと思って使ってます。いいものはね、ガンガン紹介するんで、てか使うんで、案件ください。お願いします。話は戻って、操縦桿の動く道を掘っていきます。2ミリほどの溝を掘るのに、こののみがね、まさかガンダムで使うとは思いませんでした。これはオイレのみの、10本セットの、一番小さいのでだいたい一部のみなんですよね。3.3 ミリ。それのね、両サイドを僕グラインダーで削って五輪のみにしてるんですよね。いつ使うのにこうしたのか覚えてないんですけどね、まさかね、ここで使うとは思いませんでした。これまでもちょいちょい出てきたんですけど、このデザインナイフもかなりこれから大活躍します。操縦桿の軸は残念ながら木じゃなくて鉄です。ピアノ線かな、 1.5 か2ミリ使いました。可動のパーツを作っていきます。可動と言うてもね、ただただこうスライドするだけなんで大したことはないんですけど、この操縦桿には左右一つずつボタンがついとるように思います。アニメの中ではね。ただスライドするだけだとやっぱ面白くなくて、ボタン押せるようにしたいなと思ってたんですよ。押してこう跳ね返ってくるね。けどね、やっぱ2ミリぐらいなんで、もうそんなね、バネもね、なくてね、ちょっとそれも断念 しました。この操縦桿の軸にピアノ線を使うまでは妥協ということなんですけど、それを見せるのは違うなということで、それを合板で包み込むように細工していきます。これからね、最終回、最後に向けて、もうゴミなのかパーツなのかわからないぐらい細かいものが出てきます。もう何回も落として紛失みたいなね、ことがね、多々ありました。気になってね、もう一回作りゃいいんですけどね、これね、ガンプラとかやとね、発狂でレベルですよね。皆さんはこう落としてもなんか探せるようにしてるんすかね。マットとか引いてるのかな。いや、こんなとこまで飛んどるみたいなとこまで飛びますよね、あいつら。本当に。まだ合板が四角なんですけど、もう小さすぎて、とりあえずピアノ線と合体させてから成形していきます。
こんな作業は指が細いといいんですけどね、やっぱ大工しとるとこうゴツゴツなっちゃうんすよね。皮1枚ギリギリまでそぎ落としていきます。もうね、本当に細かいし、まだちょっと目がね、いいんで、なんとか持ってるんですけどね、まあ、しょぼしょぼしてきますよね。何かこう、もっと挟み込んでね、しっかり持てる何かがあればよかったですね。もう少しね、プラモデル作る時のなんか、ね、道具とかを漁っとけばよかったですね。まあ、とりあえず形にできました。これが軸になります。これは操縦桿の下に埋め込む方の部品になります。それでは組み込んでいきます。そういうなんか展示で行ってみたいですね、海外に。そんな夢ですよね。まだずっとゲリラライブ中やったんすね。まあ、日本でもまだ展示したことないのに海外とか夢言ってますよね。いやけどね、いろんな人に本当にこれ見てもらいたいですね。操縦桿を組み込んでいきます。いや本当にね、よく脅すんですよね。まあ、見ていただいたらよくわかるんですけど、本当に単純な構造です。下のこの四角いちっちゃい部品が、まあ、抜け防止と掘った溝内にはめて、まあ、そこを走らすと、まあ、それでまあ操縦桿がスライドするっていう構造ですね。可動のパーツまで一緒に接着されないようにね、しっかり丁寧に塗っていきます。まあ、このスライド幅なんかもまあ大体です、本当に。まあ、なんか資料もないですしね。まあ、このコックピット内、まあ、座席のまあ資料っていうか、まあ、サイズ感は本当にね、なんかね、見本にするものがなかったんで、まあ、一旦ね、まあ僕の作ったコアファイターに入るのは絶対前提じゃないですか。まあ、それプラスアムロが確か168センチだったと思うんですよ。まあ、それに僕のこのコアファイターの尺図当てはめて、まあ、身長書いて、まあ、大体こんなもんやっていうのを、まあ、想定して、まあ、サイズを考えました。まあね、アムロは作るんですかっていうコメントをね、くれるんですけど、まあとりあえずね、今はちょっとまだ何も作ってないですし、ね、まあちょっとどうなんでしょうね。いいサイズのものがね、探してもなかなかなくてですね、まあ気が向いたらいつか作れたらなと思ってます。余分なところを削り取って、まあ形をだいたい整えたら一旦これは終了です。続いてのパーツは座面ですね。座るところ作っていきます。
しくないんじゃないでしょうか。まあ座面なんでね、特にそうこだわるようなところはないんですけども、まあ厚みだけしっかり合わせてあげて、座面の前ですね、アムロがこう座ってこう足曲げた時に当たらないように前をちょっと斜めにしたところですかね。まあね、いらんっちゃいらんと思うんですけどね、ちょっと椅子らしく見えるかなっていうところもあります。そんな感じで作りました。斜めに切ったことによって、合板のこの積層隠しがちょっとめんどくさくなったっていうぐらいでしょうか。けど隠すのは隠すんでね、一緒なんで。覗いてやっと見えるかっていうところなんでね、大体でやりました。とりあえず今まで作ったパーツを全部やすりがけしていきます。全体的なサンディングは終わったんですけど、細部を成形していきます。ここらね、ちらっと映るだけなんですけど、結構ね、こう丸みを帯びているような形なんですよね。一回よかったら探してみてください。このサイドもね、このコアファイターに収納されると、外側はほとんど見えないんですよね。内はアムロ座っとか見えるんですけどね、外はね、ほとんど見えなくなります。ヘッドレストですね。これもね、面を取っていきます。このサンディングなんですけど、一体何番バネやるのが正解なのかなっていうところですね。基本的に僕400か600で終わらしとるんですけど、ね、もっと細かいところまで仕上げるべきなんでしょうかね。仕上げるまでにやっておかなきゃいけない大事なものを忘れてました。このコアファイター、コアブロックシステムでB パーツ合体して、ガンダムに取り込むわけなんですけども、そうなるとコックピットの回転っていうのがねつきもんなんで、そいつのね回転軸をここに仕込みます。このコックピット回転に関してはね、なかなかいい資料がなくて本当に苦労しました。アニメ内ではコックピットが回転している描写は一切出てこないですし、動き自体はこのコックピットを90度傾けるだけなんですけども、このね回転軸をどこに持ってくるか、どの位置でどう動くかによって、いろんなところが干渉してくるんで、もうその位置決めは本当にもう端材を使っていろいろ試行錯誤して作りました。いやー、このねコックピット作りってね、本当にねいろんなものの制約の中で、それにまだね回転するっていうね、もう僕の頭がパンクしそうなぐらいでした。
まず機種に収めるサイズ感にしなきゃいけないっていうのと、その機種がですね、僕がちょっとこだわりすぎまして、ただの四角じゃないんですよね。そこがね、狭い台形になってるんですよ。それに合わせるっていうのと、上部もね、ギリギリなんですよ。キャノピーわかりますか？キャノピーのこの緩やかな R、それに対して本当にギリギリなんで、本当にギリギリなんですよ。いや、本当に笑えてきますよ。ですね、回転した時のキャノピーとのもうね、もうギリギリさ、本当に、もう、本当に。後半パートスタートです。座席の装飾品をいろいろ作って取り付けていきます。まずはじめにヘッドレストや背もたれのクッションを作っていきます。このね、合板の積層1層目はね、本当にパリッと割れちゃうんで、マスキングテープを貼ってそのまま切っていきます。ヘッドレストのね、クッションなんか見ると、ガンダムやって、これだけでね、わかるっていうのは、知っとるでなのかな。特徴的な気もするんですけども。でもね、このコックピット作るにあたって、テレビ版の何回も見ました。何回見てもね、やっぱりね、場面によってね、形が微妙に違ったりするんですよね。しかもね、何話かでね、変わるならまだしもね、一番の中でね、次のもうね、パートではね、ちょっと変わってたりするんですよね。本当に困ったもんです。ですんでね、ちょっと多めに見てください。ちょっと違うんちゃうとかはちょっと、すいません。やめてください。もう僕もね、どれをね、信じたらいいかわからないっていうか。テレビ版、劇場版と、プラモデルなんかだとね、いろんなバージョンがあったりするんですけど、やっぱり僕は本当にテレビ版の、本当にね、初期のやつを本当に一番イメージして、B パーツも作ってきたんで、そこにね、なんとか寄せるようにはしてます。そう思うとね、このコアファイター、もうちょっと手を抜いてもよかったのかなっていう思いもします。もう少しね、角張っとるような気もするんですよね、テレビ版やと。ちょっとやりすぎた感はあるような気もしちゃってるんですよね。なんか屋台の型抜きみたいですよね。やったことないんですけどね、子供の頃。このヘッドレスト、このね、切り込みっていうんですか。このね、深さをね、上下違うようにしたのが僕のこだわりですね。やっぱね、ちょっとアニメ見ると違うんですよね。剥がす時もマスキングのね、粘着力で表面持ってかれたりするんで、慎重にしないといけないんですよね。いいんじゃないでしょうか。次はね、背もたれのクッションを作っていきます。多分あれクッションでしょう。この背もたれなんですけど、アニメ見ると筋が2本入っているんですよ。やもんで、ただただ筋だけにしようかと思ったんですけど、切り取った方がそれっぽく見えるのかなと思って切り取ってみました。綺麗に切れました。成功ですね。
まあクッションだと思うんで、まあ角をしっかり取ってね、丸みを帯びさせてちょっと柔らかい雰囲気に、まあね、アムロ痛くないようにしてあげます。いやー、こんな細かい作業楽しかったですね。まあ本当はですね、もっと早く取り掛かるところだったんですけども、いきなりこうやる気スイッチがオフになってしまって、まあそれでね、なんとか無理やりスイッチ押そうとゲリラライブしたところがあるんですよね。いやー、これガンダム制作何年目だ ?4 年目か ?3 年目か4年目かですね。いやー、本当にもう皆さんのおかげですね、これは。まあ SNS にこうやってアップしたのは、まあ自分に鎖をつけるというか、まあアップすればね、もうこうやらずを得えないみたいなところで、やって、まあこうやってね、結構な人が見てくれることになったもんで余計ね、続けられたんだと思います、本当に。まだしんみりするのは早いですよね。これまだまだあるんでね、これ。なんとかね、この勢いまま行きたいんですね。いけたらいいなと思います。こいつもクッションやと信じて丸みを帯びさせました。まあいい感じになったんじゃないでしょうか。綺麗にいきました。このね、合板で作ったと思えないような素晴らしい綺麗さになったんじゃないでしょうか。大満足です。まだまだ細かい作業は続きます。続いて座席の左右にあるパイプですね。あれは何なんでしょうか、わかんないんですけど、あれをつけたら完全にガンダムのコックピットやってわかるようなあのパイプです。作っていきます。パイプの主軸は細いんで、合板の1層目を2つ重ねたものを削ってパイプにしていきます。そしてね、このパイプのちょっと上部部分にある、一回り二回りぐらい大きなパイプがね、ボコーンって出てるんですよね。あれ何なのかよくわかんないんですけど、あれも作っていきます。こいつはね、三角を4つ作って、それを合わせて、積層を見せないパイプを作っていきます。もうこの合板で積層を見せない丸棒作り、最初大きなものブースターから始まったんですけど、もうね、もう出番はないだろうと思ったらここでありましたね。この合板でしてるならね、逆に合板のね、この積層を見せた作り方っていうのもまたおしゃれだとは思うんですけどね、なんでこうなったのかな、僕本当にどっから始まったのかな、最初からだったのかな、あんまり覚えてないんですけどね。最初は違ったと思うんですけどね、これがってなんか思ってこう言っとるわけなんですけども、いやもう手間倍じゃ効かないですからね。多分もうそのままね貼り付けたねガンダムならもう多分完成してますね。ってことはないかな。後半で作りましたって言っても信じてくれないぐらい綺麗にいきました。
もう一つの二回りぐらい大きな丸棒です。実際使うのはね、この棒の10分の1ぐらいなんですけど、持ち手がないんでね、長めに作ります。使うのはこの先端部分だけです。いい感じにいきました。切断して取り付けていきます。このパイプ、この背もたれにこの字になってね、刺さっとるような形なんですよね。それを再現していきます。これね、今右手に取った方がいる方のパーツなんですよね。下手すりゃゴミですよね。パーツに遊ばれてますね。90度曲がりました。いい感じじゃないでしょうか。太いパーツも取り付けていきます。ちょっとすぼんどるようにね、面を取ってみました。わかんないですけどね。通りました。謎パーツ。本当にこれは一体何でしょう。失敗は許されないですね。失敗してもね、だんだんと短くなっていくだけですけどね。背もたれの上下に刺さるようにつくんですけども、しっかりとね、この曲がったところがね、あっち向いたりこっち向いたりせないようにね、しっかりとまっすぐ2本が平行になっとるように取り付けていきます。できました。どっからどう見てもね、ガンダムのコックピットのあのパイプですよね。このパイプが刺さるとこなんですけど、そこにね、少し突起したところがあるんですね。そこに刺さっとるんで、そのちっちゃいパーツを作りました。よーく見るとですね、ちょっと台形になっとるような感じに見えたんで、ちょっとそのように削りました。多分なっとると思います。場面場面によってね、違うんですけどね。
では上下パイプが刺さるところに取り付けていきます。実際穴を開けて刺していきます。ガンダムしている方はね、もうこれだけでガンダムのコックピットの背もたれやって思うんじゃないでしょうか。できました。これはガンダムの座席ですね。背もたれですね。ヘッドレストですね。これでもう、いや、誰がどう見てもそうでしょう、これ。いいものができました。アムロが乗ってもね、痛くなさそうなクッション性ありそうじゃないですか。いい感じのものができましたね、本当に。やっぱりね、もう少しね、厚みを持たしたかったんですよね。けどどうしてもね、これが限界だったんでね、そこをね、最後さえ見てもらえばね、納得していただけると思います。座面を取り付けていきます。これでね、完全にアムロが座れます。そういえば座面にもね、クッションあったんでしょうか。どうなんすかね。ちょっとね、描写が全くなかったんで、そういえば忘れてましたね。できました椅子いや僕が座ってみたいですね。これ本当でいいのができました。両サイドも組み込んでいきます。取り付け位置のね、確認はしっかり大事です。本当にね、もう取り返しのつかないことになるんでね。できました。これね、やっぱ普通にアムロが乗るのに精一杯じゃないですかね。リュウさん乗れやん気がするんですけどね、これ。忘れちゃいけないのが操縦桿のハンドルです。これをね、製作して取り付けます。後半の1層目を2つ重ねたものですね。こいつを使って作っていきます。
とりあえずね一旦丸に作っていきます。そこからね細かい形に成形していきたいと思います。ピアノ線が刺さる穴を開けていきます。これやってる時にね思い出しました。小学校のねあれ低学年だったかな、ミニ四駆がね流行ってた時にね、このピンバイスってね穴開けるやつね買えなかったんですよね。1000円やったの覚えてます。あれ買えやんとね変なカッター買ってね肉抜きしてましたね。マジで思い出しました。本当に今なら買える、買っとけばよかったですね。これ使いました。ピンバイス。あとはまあなんて言うんでしょう、持ちやすそうな形にね成形してきました。どうでしょうか。なんか握りやすそうでしょ多分。そしてビームライフル発射のボタンですね。それをつけていきます。どこかなっていうぐらいちっちゃいです。これです。わかりますか？あれビームライフルって右側のボタンだけじゃないんですかね。左なんですか？同時押しでしょうか？なんか同時押しやとなんか東部のバルカンのイメージなんですけどね。どうなんですかね。どうなってるんでしょう。なんて言ってる間にできました。これでねボタン押せそうでしょ。これでね、よし撃つぞ5個ができますね。これ変なやつに思われますねこれ。片方取り付けれました。こっちがねビームライフル撃つ方だと思ってるんですけどね。ついに完全にできました操縦桿。これでね様々なガンダムごっこができます。本当にねこれはいいっすね。皆さんはこの動く操縦桿を見てどのシーンどのセリフを思い出しますでしょうか？僕はやっぱりねシャリアブルーのねあそこですよね。最後にもう一パーツ作ってこの最終回パート1を終わりにしたいと思います。もうこのパーツはですねやっぱ合板ではもうちょっと無理かなっていうことで転がっとるヒノキの角材を出してきました。かなり厚いカンナくずが出るように削っているんですけども、何を作ってるか分かりましたでしょうか？そうです。この厚く削ったねカンナくずでシートベルトを作っていきます。
セーラーさんでもね、ヘルメットはしてなくてもね、シートベルトをしてましたしね。アムロはね、2回してなかったんですよね。アムロが脱走した時と最終回の、脱出の時ですね。その時はしてなかったですね。それ以外は全部してたんでね、ちょっとこれはいるなと思って作っていきます。いくらね、装甲が厚く、いくらね、カンナくずをね、厚く削ってもね、この繊維方向、縦にね、避けると思ったんで、これをね、こう合板のように重ね合わせてね、繊維方向を逆にして、なんて言うんでしょう、合板みたいな、カンナくずみたいな、ちょっと強度を上げた方がいいかなと思って作ってみました。こんなこと初めてですしね、ようね、和室のね、天井の網代でやるんですけど、僕もそんなんやったことないんでね、そんなような感じですよ。もうこうやって繊維方向を逆にして、貼り合わせていくだけですね。ボンドはね、木工用の普通の白ボンドですね。それをね、少し水で薄めたものを塗ってみました。こんなにもね、いらないんですけどね、一応予備として使うことがあるかわかんないですけど、多めに作りました。余分な部分をカットしていきます。もうね、これでいいのかなと思ったんですけどね、どうかなと思って、これをね、もう一発重ねてみました。ちょっと厚すぎたのかもしれないですけどね、いいんじゃないでしょうか。いきなり見た人はね、これ何やってんだろうと思いますよね。けどこれね、できたらいろんなものに活用できないですかね。できやんかな。もしよかったらやってみてください。できました。シートベルトの元となるものですね。これをね、7ミリだったかな、8ミリだったかな。それに割いていきます。
そしてこのシートベルトのね留めの金具の部分ですね、これは合板で作っていきます。このシートベルトの金具、ただの四角ですとねちょっと味気ないなと思ってちょっとね角を取ってみました。そしてカンナグズやシートベルトをこれにね挟み込むようにね取り付けていきます。あと少し微調整はするんですけど、こんな感じでいい感じじゃないでしょうか。ベルト4点式っていうんでしょうかね。このね、集中するとこですね、腰の。その金具ちょっと大きめのものを作っていきます。あとは思うままに納得のいくまでサンディングして形を整えます。腰ベルトいいんじゃないでしょうか。このシートベルトがガチャンとねこう装着している雰囲気を出すのには何かいいのないかなと思って、やっぱりねマグネットなんですよね。ちっちゃいものがあればよかったんですけどね、もうなかったもんでこのシートのものを探して買ってみました。シートなんでこの一面ね貼り付けないとはいけないんでちょっとね目立つっていうのは難点なんですが、雰囲気なんでね、これでいいかなと思います。なんとかマグネット取り付けられました。これでねふわっとついてればいいかなと思います。このシートベルトなんですけど、このね上部分どこにつけたらいいかなと思って、思ったんですけど、このヘッドレストとね背もたれのこの間少しね切ったってね、そっから出したろうかなと思いました。切り込みを入れたんですけどね、これがねなんとねこの手の甲の刃とシートベルトジャストでしたね。ジャストサイズでした。よかったです。このシートベルトを取り付けてコアファイター最終回のその1の一つを終わりとします。
腰のシートベルトはこのね背もたれとこのサイドの部分、これにねジャストな隙がね生まれてたんで、本当にたまたまなんですけど、ここに刺しました。できました。どうでしょうか。乗っとるアムロがね脳内でこう再生されませんか。いやーね、まあいいものができたんじゃないでしょうかね。これでコアファイター最終回のコックピット編のその1は終わります。これをねプレミア公開で見てくださっている方はね、すぐ明日また同じ時間やるんでね、ぜひチェックしていてください。これ終わったらすぐにね、明日のプレミアのね公開の予約をしときます。チェックしてみてください。次はね、このね航空ケーキですか、メーター周り、しっかり作り込んだんで、それを見ていただこうと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。ではまた。